ギミック的になってるんですよね。このサイドのデザインをすごくスッキリさせて見せている 20D のいいところかなとも思います。私はこれが結構好きだったので、ものすごいゆったり感っていうのを感じるんですよね。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日ご紹介するのはこちら、 BMW の X320D X ドライブ M スポーツです。さあ BMW の、動画ご紹介するのすごく久しぶりになるんですけれども、こちら2024年に追加されたモデルとなりますが、今改めての試乗となります。このですね発表されて以降、ノイエクラッセという以前ですねご紹介したコンセプトモデルをベースにしたですね iX3 電動モデルが追加されることが発表されております。なんですけれども、こちらの X3 もマイルドハイブリッド搭載でディーゼルですごくいいのでご紹介してまいりたいと思います。まずはですね内外装と使い勝手ご紹介します。今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。はい、それではフロントフェイスです。ものすごくモダンになりました。電気自動車じゃないのにちょっと電気自動車味があるというか、とってもですね先進的なデザインに変わっております。大きなキドニーグリルも注目なんですけれども、このキドニーグリルすごいんですよ。ここがパネルみたいになってるんですよね、そもそも。でこちらはですねディーゼルのマイルドハイブリッドなので、よく見ると開口がですねちゃんとあります。で今ですねここちょっとクローズになってるんですけれども、フラップが開きますちゃんと。でこの止まってる状態の時はあれ内燃機関入ってないのかなって思わせるんですけれども、ちゃんとですねエンジンかけると開く。すごくないですか？すごいなんかねギミック的になってるんですよね。そしてこの斜めに入った線が特徴的なんですけれども、縦と斜めとですねこのように模様がですねくっきりと分かれていて、ここもかなりデザインコンシャスになっています。そしてこの周りがイルミネーテッドされているっていうのも最近のキドニーグリルの特徴だと思います。このキドニーグリルの大きさに関しては賛否あると思いますけれども、正直ですね動画で見たり静止画で見るよりも実物で見た方がめちゃくちゃかっこいいです。これはぜひ販売店でチェックしてもらいたいなと思います。はい、そしてこの BMW らしいパフォーマンスを感じさせる部分としては、こちらの下の開口部っていうのもあると思います。ここがですねこのちょうどナンバーのところセンターでスプリットされていて、このキドニーグリルとの連続性っていうのもちゃんとあるんですよね。で他にもですねこのツヤクルの部分だからブラックをすごく効果的に使ってるんですけれども、ブラックっていうのをうまく使って、あとサイドのインテークですね、ここも合わさって非常に接地感のあるフロントフェイスになってます。さあそして長いボンネットです。やはりですねすごくパフォーマンスを感じさせるボンネットになっているんですけれども、めちゃくちゃここが膨らんでるんですよね、特に鼻先の方が。でここで中に入っているパワフルさっていうのをすごく感じさせるんですけれども、このエンブレムのところだけシュッとね線が入っていてとってもシャープです。はい、そしてサイドビューです。はい、非常に伸びやかなラインになってます。X3 といえばですね、やはりここのところがですねもうちょっと切り立ってたような感じのイメージありますけれども、非常に伸びやかになりましたよね。すごくデザインが、その流線的というかね先進的になりました。でなんですけれども、こう鼻先をねこうキドニーのところでストンと切り落として非常にアクティブでもあります。今回ですねボディカラーをこのようにですね流行のマットグレー調、実はですねそばで見るとマットではなくてかなり光沢のある感じなんですけれども、パッと見るとねマットに見えますよね。でこのめちゃくちゃおしゃれなボディカラーと相まって、もう感覚的にパッと見ておしゃれみたいな感じのことをね思わせるようなデザインになっているのも特徴かなと思います。今日とっても天気がいいので分かりやすくて嬉しいなと思うんですけど、このボディカラーもすごくコントラストが強くつくいいボディカラーだと思うんですけれども、このライトのところからそのフェンダーの上のところにここにね1本日が当たる線があるんですよ。でこことのこうパキッとしたね変化がミドルクラスらしいですね活動感っていうのも表しているかなと思います。はい、順番的に X3 って BMW の中でモデルラインナップが完成していった時に結構ね後ろにこう順番があるみたいな感じのイメージある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、今回の X3 はですね非常に先進的ですし、新しいその次世代のデザインっていうのをいち早くどんどん叶えているっていうのがポイントだと思います。でそのデザインのうちの大きなファクトを占めているのがここですよね。ドアのこのハンドルが電気自動車のようにですね中に入っていてこうねち
ちゃんとこうラッチになってるんですけれども、これがこんな風にですね電気自動車っぽく中に埋められたっていうところがですね、このサイドのデザインをすごくすっきりさせて見せているポイントでもあると思います。さあ個人的にはですね、さっきも申し上げましたけれども、ここのスリークラインとここのマッチョさっていうののバランスがとってもいいなと思います。本当にこの X3 おそらくですね実物見た方がめちゃくちゃかっこいいので、ぜひですねこれは本物をチェックしてもらいたいんですけれども、グラマーでありながらマッチョで男らしくて、そして走りを期待させるね、本当に BMW らしいですねエレガンスと品性っていうのがこの辺に一番現れているかなと思って、個人的にはここが一番好きなポイントです。はい、それではタイヤホイールです。めっちゃくちゃこれも幾何学的、すごく BMW らしい足元だと思います。でちゃんとですねこの辺もこう面っぽいというかね、デザインっぽいものを要素をたくさん入れてるんですけれどもね、 X っていう文字がデザインの中に入っていたりとかしてすごく凝ってて、しかもクローズドっぽく見えるのに見るとですねすごく穴開いてるんですよ。これ視覚効果なんですけれども、ちゃんと冷却とそれからデザイン性っていうのを両立させている。これあったようでなかったデザイン、すごくね回るとですねかっこいいんですけれども、止まっててもすごく存在感があるホイールデザインだと思いました。はい、もうここでもですねやはりミシュランですよね。245の50の19インチね、扁平はさほどないんですけれども、やっぱりねこの辺が気になると思います。 BMW といえば足なので、この辺の足の動きっていうのは試乗の時にお話ししていきますね。はい、リアビューです。リアがですねものすごくつるんとしました。ここもですね先進的であるポイントかなと思いますけれども、何もないっていうね、ミニマルっていうのが最近のデザインの流行だとしたらすごくそれを表しているデザインかなと思います。特に今回ねボディカラーがこのようにちょっとマット調なので、余計にこの面の美しさっていうのを感じさせますよね。先代から大きく変わったところといえばやはりこちらのライトデザインだと思います。もっとねなんかこう単一的なデザインだったのがこうねキュッとこのリアに向かって絞り込むようなデザインになりました。対してサイドから見ると結構大きなユニットなので、この中にもですねいろいろ細工があって見た目にも華やかです。こんな感じ。このライトの中が割といろんなモチーフが入ってるんですよね。とても見てて面白いところだと思います。ではちょっと光らせてみます。はい、もうブレーキ踏んでます。はい、そしてライトをオートから点灯にしました。ウインカーです。ここですね、ここが光るみたいな感じになっていて、とってもこう長いんですけれども発光がちょっと白っぽいのでとっても目立つかなと思います。はい、このリアのディフューザーなんですけれども、この 20D に関しましては結構ここがねつるんとしてます。これからパフォーマンスが上がっていくと、もうちょっとここがねフィンが立った形状になっていくということなんですけれども、このスッキリさもですねこの 20D のいいところかなとも思います。さあそれではラゲッジ開けてみましょう。電動。うわ広っ、広っ、広っ、びっくり、結構広いです。あれもうちょっと狭いのイメージしてました。率直に広いですね。奥行きがね結構あるんですよ。どれぐらいあるかというとこれぐらい。わかります？わかりにくい？すごい奥行きあります。開けた瞬間に思わず広って思っちゃうぐらい結構な奥行きです。しかもここに結構な大きなえぐりがあるので、ゴルフバッグ多分横に行けんじゃないかなと思います。そしてさらにもしかしてやっぱそうだ、下にも少しですね物入れがあって、ここには、パンクの補修キットとか、あと車検証とかちょっとしたものが入りますね。さらに欧州車なのでね、これしっかりとしたトノカバーがついてるっていうところも防犯的にも安心な部分です。さあそれではインテリア行きたいと思います。もうドアパネルからしてすんごい綺麗なんですよ、ね、この辺は結構ブラックで統一されてるんですけれども、もうここですよね。新しい衣装っていうのがたくさん使われています。ここなんとですねタッチパネル式のこれレベルがね変わるんですよ。空調のすごくないですか。でこのセンサーが悪くない、すごい感度がいいんです。でここもぐるっとこうね巻かれてるんですけど、これアンビエントライトがつきます。さあそしてさすがこのシートもですね、今回M スポーツのラインが入っておりますので、
結構ですね、その M っぽい色がたくさん入っているっていうのもすごくおしゃれなポイントだと思います。白、ブルー、赤みたいなね、その M カラーがふんだんに使われていて、上はバックスキンになっていて、ここがですねパフォレーションのレザーになってます。で凝ったステッチがたくさん入ってるんですけれども、そうここは上で、ここはこの辺にっていう感じで、このステッチもですね変則的でね、アンシメトリーですごくかっこいいです。それではですね乗ってみたいと思います。いや、めちゃくちゃモダンなんですよね。ちょっとそのままですねスターター行きたいんですが、スターターはここにあります。はい、さあというわけでですね、この一体型の1枚のパネルになったね、近代 BMW のデザインになりました。このデザインがすんごくかっこいいですね。もちろんタッチパネルになってるんですけれども、これね包み込まれるようにちょっと湾曲した感じでこのパネルが入っているんですけど、すんごい薄型なんですよね。でここがこのようにですねドライバーを包み込むようにコックピット形状でパネルが入っていると。でこの継ぎ目が全くないよっていうのがまためちゃくちゃおしゃれなポイントです。それから X3 だけの、そのデザインとして、他のね BMW の X シリーズと全然違うデザインとして、このですねイルミネートがあると思うんですけれども、このねパネル全体がねちょっとほわーんって光ってるんですけれども、それがここのコンパートメントにもちゃんと入っているっていう感じです。今日とても天気がいいので分かりにくいんですけれども、ここはねブルーに光っています。これはね夜間とかトンネルとか行くとすっごい綺麗だと思います。でこちらがこれね、ここが非接触充電で、ここは物置みたいになってるんですけれども、 USB のタイプ C が2つあって、ガジェット2つ置けるよみたいな感じです。でここにですねその M スポのこの可色のパネルがあって、そこの下がドリンクホルダーになっているといったようなしつらえですね。でこれがキーなんですけれども、キーもクラシックですごくかっこいいです。かっこいいですよね。なんかこうかっちりした感、こういうなんか物っぽさって今ちょっといいかも。なんか今あえていいかも。そしてこの辺にですねあるこの線、この辺もだからグリルのねデザインとすごくリンクしてるんですよね。でこの辺にもちゃんとこうね切り込みが入っていて、プレミアムカーらしい気遣いっていうのもすごく感じますし、デザイン的な要素も実はとても多いです。でこの下です。でここがですねやっぱ BMW だなって思うんですけれども、どんどんですねここの辺のスイッチが簡素化されていくというかなくなっていく中で BMW また残ってますよね。これでコマンドを動かせるんですよ。私はこれが結構好きだったので、部品点数減らしたりとか、ハーネス減らしたりとか、そういう機械的なというか原料的な話もとても裏としてはあると思うんですけれども、ガラスになってるんですよね。すっごい綺麗だし、これでなんと地図のスクロールができたりとか、これ左右にこう動かしたりとかショートカットにしたりとかもできるんですよ。でこれどうしてるかっていうと、この左右にこれをこう丸を動かしてる。でくるくるしたりとか、正直使用感はちょっとコツはいるんですけれども、でもこのダイヤルのこの地図の大小だけでもすごくいいなって思いますね。このクリック感も結構気持ちいいですし、このダイヤルの周りにも斜めのモチーフが入っている。であとねこのオーディオのねボリュームのところにもですね、これバレルになってるんですけれども、このバレル式のスイッチがちゃんと切り込みが入っていて、ここもデザインとしておしゃれだよっていう感じで、全体的にこの辺の、中にですね少しこれもジオメトリックな柄が入っていて、とってもここもねおしゃれです。それからこれがですねシフトのボタンになります。でこのシフトのボタンは、この上に上げるとリバースで、下に下ろすとドライブ、真ん中がニュートラルといったような感じで、ここで操作するというようなものです。でボタンでパーキングと。で先ほど言いましたけど、ここにスタートストップがあります。でこのダッシュボードなんですけども、ここにもステッチが入ってるんですよね。なんかここも革巻きになってて、ここもとってもおしゃれだなって思わせる部分です。ですからドライバーオリエンテッドというか、やはり BMW らしいんですけれども、全部のそのインターフェースがこっちを向いている、ちゃんとドライバーにこう向いているっていうところが走りっていうのをすごく感じさせますよね。そしてこのM スポーツに関しましてはM ステアリングが入っていますので、下がですねカットされたかまぼこ形状になっていて、なんでこれかまぼこ形状っていうんでしょうね。かまぼこってこんなに丸まってないですよね。
さておきかまぼこ形状になっていてすごい太いです。これもM っぽいですよね。その太いステアリングが入っているというような感じです。でこのメーターの中もですねいろいろと変えられるんですけれども、ここのこのボタンを押すとぷよんとこっちの窓にこれが出てくるので、これで選択するんですね。これでヘッドアップディスプレイ、これでレイアウトチェンジができる。おお、なるほど。なんかシャープなデザインですね。これでこうレイアウトがいろいろ変えられると。でこれもコンテンツをいろいろと変えられると。ナビにしたりとか、それから ADAS にしたりとかで、これは走行データで、これは普通にスピードメーターをデジタルで表すみたいな感じを真ん中にするっていう感じかな。でこんな感じで結構ですねいろいろと選べるっぽいです。でここに選ぶと実はねこの明るいんで分かりにくいんですけどヘッドアップディスプレイがあって、ここの操作もこの中でできるようになってますね。これなんか意外と慣れると使いやすいかもっていうかね、これのクイック感がなんかことのほかグニュグニュってして気持ちいいです。なんだこの気持ちよさはっていうぐらい。ちょっと私ここね走行中にここ触るの好きなんでこのインターフェース触るの好きなので、ここでね触れるととっても嬉しいですよね。という感じでいろいろ変えられます。ここにもそのモチーフがやっぱり入っていて、とっても見た目ねパッと見えるところではないですけれども、見た目にですねいろんな統一感があると。それからもうおなじみのこれですよ、 BMW はこの中に ETC カードを入れられるので、すごくですねここに ETC のスロットがあるんですよ。だからここに ETCOK とか毎回出てくるので、すごくですねこのユニット BMW ならではですけど使いやすいなといつも思ってます。そしてですね今回のモデルに関してはなんとじゃじゃん、暑いですけれどもサンルーフがついております。アドベンチャーを感じさせる車なのでサンルーフがついているとよりですねユーティリティに長けている感じがいたします。しかもこのルーフがですね開けちゃう、めちゃくちゃでっかいんです。すごいでっかいめちゃくちゃガラスルーフが大きいんです。すごくないですか。もうほぼガラスルーフだから、これがオープンするわけではないんですけれどもね、とっても開放感のあるガラスルーフとなっております。さあそれでは後部座席乗っていきたいと思います。ヒップポイントがそんなに高すぎないので結構乗り込みも楽ですね。はい、シートがですね前席同様とっても凝ってます。この斜めに入ったステッチの色のついたところが斜めにアシメトリーになってるっていうのもとってもおしゃれなポイントだと思いますし、そういうですねその M っぽいステッチっていうのが後ろからもたくさん見えるんですよね。ここは嬉しいポイントかなと思います。そしてさらにこのエアコンがちゃんとここデジタル表示になってるんですよ。これめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。こういうのやっぱ後席に乗ってるとX3 ぐらいの車格だとあんまりないんじゃないですか。すごいゴージャスですよね。でやっぱ後ろに乗った時に感じいいかどうかっていうのはやっぱりパッセンジャーの購買意欲をかきたてるところだと思うので、すごく大事ですよね。見えるところに USB があるっていうのもとってもいいと思います。だいたいね下の方に隠されてて使いにくかったりするのでパッとねさせるっていうのはすごくいいと思います。それからエンタメシステムを後からつけれるようなこういうやつもついてるので、なんかね純正でもしかしたら設定があるのかもしれないです。すごくこのシートの後ろもですねおしゃれですし、かつですね後ろで例えば子供さんがバーンって蹴っちゃっても拭けるような樹脂の加工になっているっていうところも、SUV らしいねアクティブさっていうのを感じさせるかなとも思います。後席にもちゃんとねほら使わないけどシートヒーターが入っているっていうのもいいですよね。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。すごくゆったりしてます。何よりもやっぱ膝前がすごく広いので開放感を感じます。外から見ると今回ボディラインがですねそのルーフのラインがスリークになったことで居住空間を割いてるんじゃないかってちょっと思ってたんですけど、全然ですねその同クラスに考えてもものすごいゆったり感っていうのを感じるんですよね。シート自体はBMW らしい硬さっていうのをすごく感じさせるんですけれども、ここもですねボディの形状にしっかり沿うような形でとっても座りやすいと思います。リクライニングするのかな。
しないですね。固定式にはなっているんですけれども、あんまりリクライニングの必要性をあんまり感じないぐらい、ちょっといい感じの角度がついているといったようなイメージですかね。それからですね、後席にちゃんとハーマンカードのスピーカーが入っているので、ここもですね全席と結構ノリノリの音楽を聴きながら出かけたりとかするのもいいんじゃないかなと思いました。自分でできる、簡単、早くて効果抜群、ダイヤモンドプラスシラザン50です。全然ツルツル。はい、というわけで今日はこちら BMW の X3 の 20D X ドライブ M スポーツご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。非常にですねルックスがまずすごく良くなったということね、久しぶりの公開になりまして、レビュー待ってらっしゃる方遅くなって申し訳なかったんですけれども、ぜひですね今のタイミングですとディーラーとかでもですね試乗できるかなと思いますのでご覧いただけたら嬉しいです。この次の動画ではその試乗をお届けしてまいります。ディーゼル、マイルドハイブリッド、 BMW いいに決まってますけど、ぜひですねこちらの方もご期待ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。